みんないつもありがとうなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日は遠く離れた大草原の国モンゴルのニュースをお届けするのだ。実はね、みんな知ってた？海のない国モンゴルには昔たった一隻の船と7人の乗組員だけの世界で一番ちっちゃな海軍が存在したらしいのだ。意外すぎてびっくりなのだ。今日はそんなモンゴルの最新ニュースを全部で5つ紹介しちゃうのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。元横綱の春馬富士こと D ヤンバドルジさんが NPO 法人心臓保護プロジェクトと協力してモンゴルの医療を助けるために救急車を31台も寄贈したっていうとっても心温まる記事なのだ。これは2008年から毎年続けている伝統的な活動なんだって。高性能な医療機器を積んだ救急車が17年間で31台もモンゴルの医療現場に届けられてきたのだ。今年は精神保健センターと治療、メド、病院に寄付されたのだよ。ヤンバドルジさんがこの活動を始めたきっかけはとても悲しい経験があるからなのだ。彼の父親は2006年に交通事故で亡くなってしまったのだ。当時相撲で活躍していた彼は医療支援が遅れたことが原因だと知って、もし日本のような装備の整った救急車がすぐに来ていれば父親の命は救われたかもしれないと強く思ったんだって。だからヤンバドルジさんは自分と同じような辛い思いをする人がこれ以上増えないように、一人でも多くの命が救われるようにと願いを込めて2007年から救急車の寄付を始めたのだ。彼の父親であるダワニャムさんもモンゴル相撲でナチンやサーンの絵を獲得したとても力強い力士だったらしいのだ。この活動はモンゴルの医療にとって本当に大切な支援なのだ。この動画が面白いって思ったらぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあモンゴルの魅力を一緒に見ていくのだ。皆さん、今日は広大な大地と豊かな歴史を持つ国モンゴルについてご紹介するのだ。モンゴルは中国とロシアという大きな国に挟まれた東アジアの内陸国なのだ。首都はウランバートルで近代的な建物と伝統的なゲルが共存する独特の雰囲気が魅力的な街なのだ。歴史を振り返ると13世紀にはチンギス・ハンがユーラシア大陸を席巻した大モンゴル帝国の礎を築いたのだ。その後社会主義時代を経て1990年代初頭に平和的な民主化を達成し、現在は共和制の政治体制をとっているのだ。人口は約340万人と国土の広さに比べるとゆったりとした暮らしが営まれているのだ。主要産業は石炭や銅、金などを産出する工業が経済を支えているのだ。一方で古くからの遊牧文化も大切にされていて、家畜の放牧も重要な産業なのだ。ゲルと呼ばれる移動式の住居や馬頭琴の音色、そして力強いモンゴル相撲など独自の文化が今も息づいているのだ。現在注目されているのは経済発展と環境保全のバランスなのだ。資源開発が進む一方で気候変動による砂漠化や都市への人口集中といった課題にも直面しているのだ。伝統を守りながら持続可能な未来を築こうと努力している国、それがモンゴルなのだ。広大な大地と歴史のロマンに触れてみたくなる、そんな魅力あふれる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。今年1月、8月の乗用車輸入前年同期比 10% 減という記事なのだ。モンゴルでは今年の初めから8月までの期間に面白い輸入データが発表されたのだ。関税総局さんからのお知らせによると、去年の同じ時期と比べて輸入の合計金額がほんの少し 0.3% だけど減って約75億ドル分の商品や原材料が輸入されたらしいのだ。特に注目はメインの輸入品目なのだ。
石油製品が全体の 18.3% を占めていて、次に多いのが乗用車で 11% だったのだ。乗用車については、この8ヶ月間で73,633台も輸入されたんだけど、去年の同じ時期と比べると、なんと 10% も少なくなっているのだ。自動車用のガソリンも55万2300トン輸入されたけど、これも去年より 4% 減っているから、みんな車の使い方に変化があったのかもしれないのだ。食品の輸入でも面白い動きがあったのだ。一番びっくりなのは、小麦の輸入がすごく減って、なんと 88.3% も少なくなったことなのだ。これはかなりの変化なのだ。だけど、卵の輸入はとっても元気なのだ。去年の同じ時期と比べると 55% も増えて、7580万個もの卵がモンゴルにやってきたのだ。それから野菜の輸入は 9.4%、 果物やナッツは 24.1%、 お米も 27.9% とそれぞれ増えているのだ。もしかしたらモンゴルの人々は美味しい卵やお野菜をたくさん食べて元気いっぱいに過ごしているのかもしれないのだ。2つ目のニュースなのだ。アジア開発銀行、モンゴル国内最優秀パートナー銀行、ニゴロムト銀行を選出という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。モンゴルのゴロムト銀行さんがとっても名誉ある賞をもらったのだ。アジア開発銀行 ADB さんの貿易サプライチェーン金融プログラムの中でゴロムト銀行さんがモンゴル国内の最優秀提携銀行に選ばれたのだ。これはプログラムを成功させた地域トップレベルの金融機関に贈られる賞なのだよ。このプログラムはアジア太平洋地域の発展途上国が輸出入や物の流れをスムーズにするために透明で使いやすい金融環境を作ることを目指しているのだ。ゴロムト銀行さんはその目的のために大活躍したって認められたのだよ。賞をもらったのはゴロムト銀行さんがお客さんに提供している貿易金融サービスや国際的な協力関係がものすごく高く評価された証拠なのだ。ゴロムト銀行さんは2010年から ADB さんと協力し始めて、2024年からはさらに力を入れて、企業さんや中小企業の皆さんが海外との取引を広げるお手伝いをたくさんしているのだ。モンゴルの貿易金融市場では、ゴロムト銀行さんがとっても大切な役割を担っているのだ。2025年7月の時点では、信用状や保証といった取引の総額の 50.5% も、取引の件数でも 42.4% も担当しているのだって。これは、モンゴルが世界の貿易にどんどん参加していくために、ゴロムト銀行さんがリーダーとして頑張っている証拠なのだ。これからもゴロムト銀行さんが、モンゴルの皆さんのために、ますます活躍してくれることを期待しているのだ。3つ目のニュースなのだ。ハルマ富士 P リャンバドルジ氏 NPO 法人心臓保護プロジェクトと協力し医療分野へ救急車31台を寄贈という記事なのだ。元横綱ハルマ富士こと D リャンバドルジさんがモンゴルの医療を助けるために救急車を寄付しているのだ。これは心臓保護プロジェクトという NPO と協力して2008年から毎年続けている伝統的な活動なのだ。高性能な医療機器を積んだ救急車を寄付するこの取り組みは、新モンゴル、ハルマ富士、学校とも協力しているのだ。これまでに17年間で、なんと31台もの救急車がモンゴルの医療現場に届けられてきたのだ。今年は、精神保健センターと、チレオ、メド、病院に寄付されたのだ。Pヤンバドルジさんがこの活動を始めたきっかけは、とても悲しい経験があるからなのだ。彼の父親は、2006年に交通事故で亡くなってしまったのだ。当時22歳で相撲で活躍していた彼は、事故の話を聞いて、医療支援が遅れたことが原因だと知ったのだ。もし日本のような装備の整った救急車がすぐに来ていれば、父親の命は救われたかもしれないと、彼は強く思ったのだ。だから、
ヤンバドルジさんは自分と同じような辛い思いをする人がこれ以上増えないように、一人でも多くの命が救われるようにと願い、2007年から救急車の寄付を始めたのだ。彼の父親であるダワニャムさんは1980年にナチン、1987年にはサーンというモンゴル相撲の絵を獲得したとても力強い力士だったのだ。この活動はモンゴルの医療にとって本当に大切な支援なのだ。4つ目のニュースなのだ。シェイ、ノミン、エルデネス、モンゴル連合、シンカラコルムシに植樹した木々を継続的に手入れという記事なのだ。ねえねえ、みんな聞いてほしいのだ。最近、インターネットでモンゴルのエデネースモンゴル連合が新しくハルホロムシに植えた木が手入れ不足で枯れちゃったっていう噂が流れたのだ。でもこれは誤解なんだって。エデネースモンゴルの J ノミンさんがちゃんと説明してくれたのだ。実はモンゴルの大統領さんが新しハルホロムシをオルホン渓谷に作ろうって計画したのが始まりなのだ。この計画でエデネースモンゴル連合の8つの会社が合計53万6千本もの木を植える約束をしたのだ。そして2025年6月13日までにもう33万本も植え終わって春の植樹はバッチリ成功したんだって。すごいのだ。木の手入れもちゃんとやってるのだ。エルデネット工場さんやバガノールさんといった会社や他の協力会社さんと一緒に定期的に水やりや手入れをしているのだ。SNS で拡散された枯れた木の写真はエデネースモンゴル連合が管理している場所の木じゃないってことなのだ。もちろんすべての木が 100% 育つわけじゃないんだって。土の質とか水の状況でちょっと枯れちゃう木もあるけど、平均的には75、80% の木が元気に育っているのだ。すごい生命力なのだ。春に植えたばかりの木は新しい場所に慣れるまで時間がかかるから、特に水やりが大切なんだって。春は5日に1回、夏は3日に1回、たっぷり水をあげないといけないのだ。松の木なんかは土に慣れるのが難しいこともあるらしいのだ。ハルホロムシでは井戸水の状態があんまり良くないから、今は水をあげるためのシステムを頑張って作っている最中なのだ。これからも枯れちゃった木があったら秋にまた新しく植え直して栄養を上げていく予定なんだって。エデネースモンゴル連合は新しハルホロムシの緑化に一生懸命取り組んでいるのだ。これからも木々が元気に育って新しい町が緑豊かになるのが楽しみなのだ。5つ目のニュースなのだ。今年8月同性交輸出は 40% 増、石炭は 8% 減という記事なのだ。みんなモンゴル国の最新の貿易状況が発表されたのだ。2025年の最初の8ヶ月で全体の貿易額は166億ドルだったのだ。これは去年より 8.2% 減っちゃったけど、輸出が輸入を17億ドルも上回ったから貿易収支はしっかり黒字になったのだ。すごいのだ。特に注目なのは輸出品目の変化なのだ。銅鉱石と精鋼の輸出がとっても好調で、なんと 34.4 億ドルを稼ぎ出したのだ。これで今までトップだった石炭を抜いて輸出額ナンバーワンになったのだ。銅の輸出は去年と比べて 40% も増えたのだ。これはすごい勢いなのだ。一方で石炭の輸出は去年より 8% 減って33.7 億ドルだったのだ。残念ながら今年は銅に一歩譲った形になったのだ。他にも鉄鉱石の輸出は 16% 増えたけど、金の輸出は 32.3% も減っちゃったのだ。そしてヤギの洗浄済みカシミヤは去年4450トンも輸出していたのに、今年はなんとゼロだったのだ。これはちょっと心配なのだ。まとめると、モンゴルは貿易額全体は少し減ったけど、輸出が輸入を上回って黒字をキープしているのだ。特に銅の輸出が絶好調で、新たな貿易の柱になっているのだ。
一方で、石炭やカシミヤのような品目は課題を抱えているみたいだね。モンゴルの経済はこれからも目が離せないのだ。今日のモンゴルの話題、どうだったのだ？経済のダイナミックな変化、環境への取り組み、そして温かい社会貢献活動など、モンゴルの多面的な魅力を感じられたのだ。課題もあるけれど、力強く未来へ進むモンゴルに、これからも注目なのだ。ぜひ一度訪れて、その広大な大地を肌で感じてみるのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。